クリアン号と森首長号に分かれて行きます。長く出港だね、出港。出港です。森さんです。ゴミ集める活動拠点。あ、そうですか。建物でした。そうなんですね。もともと何用の建物だったんですか。あれはね、佐川急便の雇用所があったんです。で、それをこっちに今潰して、その後太陽光をやって。いろいろ企業が入ってたんですね。フロート部位が広いのとかなんか岩がすごいね。雨がたくさん降ると岡山の方から農業用の袋はような農業袋が流れてくるんですね。ここで普段ビーチクリーンをされてる場所だそうです。なんか車とかも許可があれば出入りできたりとかするみたいです。この辺りは今月の18日に拾った後やけど、またこんだけ長く。ああ、18日に拾った後で、その奥ですか。ああ、こんだけ長く。ああ、本当だ、茎が。これは流木ですけどね、この V とか。あ、ペットボトルが流れてますかね。この一角で網をこうあ、集める4号機ですね。はい。場所です。ああ、ここら辺でやってるんですね。フロートが本当多いですね。おいおい、魚減ってますか。いやー、タコも減ってるんですよね、すごい。タコはまあまあなんですね。一番多いんですよ。あ、今にいた方がいいですか。高井君、さっきの落ちなくてよかった。結構落ちそうでした。でも東京に比べたら全然ゴミ浮いてないですね。この辺は割と流れてるとやっぱり海面には現れない。現れない。あるんですよ。なんで小豆島に来たんですか。森組合長とやったからで、森組合長のおかげで海上での活動ができている。あとは日本産のゴミが 93%、瀬戸内海で活動することで、外国のゴミよりもまずは日本のゴミを日本人が活動して日本人が何とかしようという事例を出しやすいとか、森さんがやっぱいることで、この海の安全を確保してゴミがどうやって流れてくるかっていう知見もお持ちなので、この辺を漁師の感覚とかだけではなくて数値とかデータに変えて他のところでも使えるような何かそういうモデルにできていったらいいな。これ18日にやって1週間。でも全部は回収してないですよ。でも溜まってますね。何割かは溜まってる。入れ状になってるとちょっと溜まりますよね。そうなんですよ。やっぱここが溜まることが海津さんっていうよく漁師さんが海の安全を祈願する時になんか食べたりするんですよ。食べたりするそうですね。透明度がやっぱ高いですね。そうですね。波の押し引きが結構激しい。岩が丸くなってる。そうですね、今日水没が。普通の方に定点カメラを置いて、あ、そうなんですね。ここから目視でもなんとかやっぱ浮かんでるゴミがあって、これは流れ着いてるんですよね。デッキ浜って感じですね。そうですね。発泡スチロールも大変かな。量的には他のところと比べたらそうでもないかもしれないですね。この運び出しができないっていうのが一個この問題の一つですよね。結構巨大フロートとかも流れてくるから。そうですね。あの辺は完全に産業規模ですので、漁師さんが処理しないといけないって言われるんですけど、細かく切れば袋に入るぐらいに知れば処理してあげるよと言われてるんですけど、いちいちそんな高圧のなんか高熱のあれでカッターみたいな切ってらんないなと思って、一旦こう集められるものだけ集めて、集められないものはそのやっぱ処理システムを一緒に構築していくことをやっていかないといけない。問題はやっぱコストですよね。普通のビジネスモデルって多分無理で、私たちが非営利格を取ってる理由の一つでもあります。大型のフロートゴミが多いとかっていうのは実は荒川のゴミとはにはない課題なので、海岸ゴミの特徴ですよね。そうですね。海藻とプラが一緒になっちゃいますよね。マージャンマーク。こういうのも厄介ですよね。こう一個ずつこうやって外さなきゃいけないから。結構な力ですよね、これも。クサガメのほら。あ、珍しいですね。これ中国経由。中国ゴミ捨て。 93% から外れたゴミですか。内航船で誰か捨てた説がでかいって言ってますけどね。お、赤井君これ食べれるよ。いやマジ。するな。これおひたしにしたら食べれる。
べれる。ツルーで検索してみようって言って間違ってたら恥ずかしいやつ。じゃあ食べますか？おひたしで食べるんですねそう、おひたしで食べる。